仙台セミ J です。いつもは仙台の風景を撮影して YouTube や TikTok に投稿をしています。今回新しいアクションカメラ DJI Osmo Action 4を購入したので撮影テストをしてみました。もしよかったらメインチャンネルもご覧ください。ちなみに普段の撮影では同じ DJI の Pocket 2というジンバルカメラを使っています。2020年秋に登場し、私は2022年に購入しました。カメラのヘッド部分が自動で回転して、割と適当に撮ってても、カメラ側が補正してくれるので、街ブラ撮影にすごく向いて気に入って使ってます。こちらすごい優秀なので、大きな不満ないんですが、縦向きの撮影に向いてなかったりとか、あと、自転車に固定するといった使い方に向いてなかったりするので、新たにですね、Osmo Action 4を購入してみました。ただ、アクションカメラはですね、この製品に限らず、結構熱耐性が課題で、暑い日にちょっと撮影しただけで落ちるなんて話もよく聞きます。今回は、外を撮影しながら耐久性を確かめる動画となります。実際の外での撮影の前に、Osmo Action 4について確認です。GoPro などに代表されるアクションカメラというジャンルのもので、私がしている街ブラや Vlog 撮影はもちろん、手ブレ補正が強力なので、スポーツをしている方とかであったりとか、バイクや車につけての車載動画などにも使われるカメラです。性能面は GoPro に似格してきてるそうなんですが、それ以上にですね、こちらの Osmo Action シリーズ、熱耐性が非常に優れてるっていうことなので選んでみました。逆に GoPro はそこだけが弱点で暑いところで使用してるとすぐ落ちるっていう話もあったので、その辺のですね、性能面ちょっと今回期待しております。はい、撮影スタートです。設定については記載の通りです。同時に DJI Pocket 2でも撮影を行いました。Osmo Action の方が少しちょっと色がおとなしめに見えますが、こちらだけカラーモードを D-Log モードの設定にした関係です。後で、こちらも標準のカラー設定に変更しています。やはり DJI Osmo Action 4は画角がかなり広いですね。これでもホライゾンバランシングという設定なので、だいぶ切り取られてはいるはずです。ここからが本題です。本日ですね、天気予報では34度という表示になっています。なかなか暑い気温の中なんですが、今回のですね、Osmo Action 4、どのくらいの時間撮影できるものなんでしょうか。からですね、ところどころ飛ばしつつ、様子の方を追ってまいります。さて、撮影開始から15分ほど経ちました。今のところ全く問題なく撮影ができてます。ここらでですね、ちょっと急に気が向いて走った時に、どのくらい縦揺れするのかちょっと試してみました。撮影の際はですね、こんな感じの持ち方で結構雑に持ってですね、走ったんですが、見ての通り、全く問題ないですね。2台とも綺麗に撮れてます。この後少しちょっと縦に動かしてみたりもしてます。この辺かな。どうでしょう。全く問題ないかと思います。はい、この辺で急にですね、DJI Pocket 2と撮影モードが揃ってないことに気づいてカラーモードを標準に変えてます。だいぶ色味がですね、派手めな感じになったんじゃないでしょうか。はい、撮影開始から30分ほど経ったタイミングです。ちなみにこれは仙台市太白区の長町駅前ですね。ちょっと休憩している光景です。見ての通りですね、特に熱暴走とかすることなく、全く問題なく撮影の方ができています。再び DJI Pocket 2との比較です。色味が揃ったんでだいぶ雰囲気は近くなったんじゃないでしょうか。
ただ、やはりオズモアクション4の広角ぶりがよくわかりますよね。だいぶ手前の方まで映像が映るようになってます。そろそろ撮影時間としては1時間ほどになりますね。DJI Pocket 2はもともと結構長時間挙動できることは確認済みだったんですが、今回購入したオズモアクション4についても全く問題ないですね。オズモアクション4バッテリーが 30% になってバッテリー残量が赤になりました。画面つけたままだと高温で画面をオフにしますという傾向が出ました。本当は2、30分くらいで撮影終了するつもりだったんですが、思った以上にバッテリーの持ちが良くて、バッテリーじゃないや、熱耐性が強すぎて、いくらでも飛び続けてしまうという、逆の意味で困った印象が受けていました。学院大の通橋キャンパス。こちら。DJI Pocket 2のバッテリー切れとなりました。ありがとう、お疲れ様。撮影開始から1時間40分ほど。最後はですね、バッテリー切れの瞬間をスマホで撮影してみました。結論としてはちょっとした電子音が鳴るだけで静かに電源オフとなります。最後に参考までに暗所での撮影比較も行いました。低照度での映像最適化をオンにしているんですが、ホライゾンバランシングは切った方が良かったかもしれないですね。映像のブレがすごく現れてしまってます。だいぶ、センサーサイズが大きくなったので、オズモアクション4の暗所撮影がかなり優秀らしいんですが、それでもやっぱりハードウェアでジンバルで補正をかける DJI Pocket 2に比べると、どうしてもなんかぼんやりした印象を受けますね。DJI Pocket 2もノイズは乗ってるんですが、すごくクリアに見えるので、DJI Pocket 2の映りの良さをなんか改めて認識することとなりました。結果としては約1時間40分の撮影ができました。記載上のスペックでは2時間半とのことでしたが、それは 1080p24fps 設定でのデータなので 4K で1時間40分熱落ちすることなく撮れたのはかなり優秀な結果と言えそうです。 GoPro を持ってないのでそちらとの差はわからないですが、映像面も綺麗に撮れているように思いました。ただ暗所撮影に関しては DJI Pocket 2が思った以上に優秀だったので、その点だけはちょっと残念でした。ホライゾンバランシングあたりをオフにするともう少し改善しそうですが、夜間用の良い設定があればどなたか教えてください。というわけで街ブラ動画用の評価としては Pocket 2別に良かったかなというのが正直な感想です。一方で縦向き撮影のしやすさや超広角での撮影、自転車などにつけての車載動画など
特定用途においては今回の Osmo Action 4が便利そうなので、うまく使い分けていければ良いかなと思いました。最後に商品リンクを概要欄に記載しておきますので、興味持たれた方はそちらからご購入ください。今回はご視聴ありがとうございました。